こんにちは。いつもの投稿主です。はじめまして。今まで音声を話したりしなかったのは、私がこの編集している自分の部屋が道沿いにあるため、いろんな道の音を拾ったり、外線カーが走ってたり、あとは犬の声が結構やかましかったりするからですね。で、今回話してみようかなと思った理由が、なんて言えばいいんだろう。これで AI が判断してくれて、世界中のいろんな人たちがそれを聞き取って文字を読んでくれたらいいかなと思ったりしてます。うわ今もバイク走ってたりしてます。すいません。ちなみに私が普段見てる Vlog とかブログ系は韓国の方が多いですね。なんか日本だとネイリストさんも見たいなと思ってるんですけど、さすがに100均の商材使ってるのを見てるとあんまり気分が良くなくて、でそれもあるし、みんなニュアンスでちょっと飽きてしまって、私が初期の頃ニュアンスが多かったためかな。で今は結構韓国の方のデザインがすごく好きだし、カラーもシア系があって、みんなお客さんが選んでくれるカラーが結構この韓国寄りのシロップカラー、シアカラーが多かったりするから、私もそれを自分で作ったりしてなんとか勉強させてもらってます。なのでちょっと韓国のネイリストさんはすごくありがたいと思ってます。本当感謝してます。ここ最近のお客様が指定してくるカラーはピンク寄りのグレーが入ったカラー、紫が入ったカラー、あとはピンクにグリッターが、粒子の細かいグリッターですね。それを入れたりとか、またこういう、パール系の入ったものや、これは自分で作ってるんですけど、これだったり、もしくはノンワイプで仕上げた後にオーロラパウダーをつけたりしてるのが流行ってますね。沖縄っていうより私のところっていう感じですかね。で、日本で流行ってる色って言ったらちょっと私の中では今他のネイリストさんとかあんまり見る時間がなくって、今年ちょっと父親を亡くしてしまってメンタルもまだ弱ってる最中なのであんまり目がいけなくて、でやっぱりみんながみんな同じデザインに見えてしまって、なんで銀のボールが乗ってんじゃいみたいな感じで、結構未だにあれ使ってるっていうのがちょっとよく分かってなくて、私はあんまり真似しないし、私の周りの人たちもそうですね、お客さんは基本的にそういうパーツは使ってないです。はい。あと一番大きいのは今からつけるシルバーチェーンが結構ここでは流行ってますね。あと格安っていうのがあるんですよね。私のところはワンカラー2000円で、グラデーションとグラデーションとフレンチかが2200円で、基本こういうのをお任せって言うんですけど、持ち込み皆さん今ちょっとやってなくて、私が他のネイリストわかんないってなっちゃうんでやってなくて、それに関しては均一でパーツも何のほとんど込みで3000円でやらせてもらってます。あとはでも持ち込みの場合は最悪できるんだったらってことで4000円で対応させてもらってて、フットに関してはそれの価格プラス500円で提供してるので、ケア込みの価格にしてますね。母親が基本管理してるみたいな感じになってて、家光熱費や、水道とかそういうものはお母さんが出してるから、お母さんたちが出してるからこんなのは取るなみたいな
感じになっちゃってて、もう主導権は親ですね、完全に。父親に関しては全く私がネイルしてるっていう状況3年目ぐらいに分かったみたいで、なんでお前の部屋は毎日 2,3 人分入ってくるみたいな感じで言われて、そんなに友達多かったっけっていう顔をしてたんですけど、なんか説明したら、ネイルは需要度あるのかみたいな、一応テナントも出そうかっていう話ももう喋ることができなくなった時期だったんですけれど、ノートに書いて私に言ってきたんですけど、介護の最中にもうそれどころじゃないよ、もううちはもうお前の面倒を見るし、で私が希望してたのは父親に設計もしてもらって、で作ってもらう仕事を完全引退したら作ってもらうのが夢だったんだよって話して、そしたらもうね、父親もやっぱりそのわけわかんないパーキンソン症候群っていうのにかかってしまって、もう何もできないなって顔してて、ちょっと悔しそうではあったんですよ。で要介護後になった時もやっぱりもう家に帰ることは困難ですと。で私も毎時間単の吸引をやってたので、ちょっとしばらくネイルもお休みさせてもらってっていう感じで活動してたので、結構厳しい状態にあって、2年ぐらいは休ませてもらってましたね。で足も左足だけ半月側の骨折が分かって、で手術したんですけど、もう次の日に帰ることにするってなって、案の定その帰宅した次の日に父親が転倒しちゃって、これ退院してよかったなっていう感じでしたね。もう介護っていうのは結構正解がなくて、よくニュースで見るようなそういう介護もあれば、私の父親と私みたいにもうドリフのコントみたいにやるようなのがなかなか普段の普通の家の人たちにはないと思うんですけど、うちの父親は結構頑固親父だったんですけど、介護に入った途端に急に変なおじさんになっちゃって、なんか志村けんみたいな、もうなんかずっとコントばっかやってましたけどね、それしか覚えてなくて、でもう介護は私がするからもう施設にも入れたくないなって気持ちだったんですけど、さすがにね国や市からそういうのが降りてしまったらもうダメだってことで、父も意地になって自分で無理やり歩いて転倒したりっていうのがもうほぼ毎日でしたからね。なのでお休みさせてもらった分とか、私の手術したも含め結構長いこと休ませてもらったので、オフは無料にとか、なんか今だったらアクセサリーとか結構作ってったりするんで、それを皆さん終わったらあげたりとかプレゼントしたりとかしてますね。今はハロウィンなのでもうあまりお金がなくて、残ってる資材を使ってそのアクセサリーを作って皆さんに提供したりしてます。季節によってお菓子もありますよ。でも県内では一番安いと思ってます。ネイリストとしてではですけど、他県にももしかしたら私よりも安い方がいるかもしれないので探してみてください。っていうかあっという間にもうクリアで埋めてる状態になってますね。これは IBD のハードタイプのクリアなんですけど、トップに使わずクリアとして使って、皆さん爪が薄いからハードを使ってほしいとか、結構そういう方の希望が多かったりするので、厚くやったりとか、こういうハード系でやればちょっと薄めにとかできたりするので、これで対応してます。でこれが終わったら、最近はちょっと未効果でトップだけは薄く仕上げようかなと思って、最近はそちらの方でやらせてもらってます。でそうですね、資材に関しては結構最近はもうずっと韓国からばっかり仕入れて、日本だったらもう TAT さん、いつもの
ね、みんなネイリストさんが知ってる商材屋さんでそこで購入したり、ニッパーとかちゃんとした検定向きのツールを買うときは TAT さんで購入して、いつも年間今の TAT さん私多分 1,2 回ぐらいしかないんですけど、1年に1回はメイタノールの補充だったりニッパーの研ぎだったりで、ニッパーを、3回以上はさすがに研ぐのはきついなと思ったり、ニッパーがちょっと使いにくいなと思ったら新しいのに買い替えたり修理出したりなどしてますね。で動画見てても分かると思うんですが、皆さん結構使ってると思いますが、マシンに関しては浦和さんの G3 を使わせてもらってます。でライトに関してですけど、別にメーカー指定とかこのジェルだからちゃんとした公式のもの使わないといけないっていうのはないと思うので、3UV っていうんですかね、あれでも私大丈夫だと思ってて、結構皆さんに使えようみたいな感じで言ったりはしてますね。ネイリスト側もどこでコストを削減するかっていうのは大事だと思うので、特に私なんか1日1人とかもしくは誰もいない時とかもあるし、今みたいに月の初めは予約が埋まったりするともう休みなしでってなったらもう Amazon でしか注文できないので、もしくは韓国の通販サイトですね、商材が買えるところとかそこで購入したりしてます。今みたいにこのジンピーっていうのかな、これの商品もパーツ専用なんですけど、こちらも韓国のサイトで取り寄せてますね。もうこの細いブラシの方も赤いやつも実は200円なんですけど、もう2年以上全然使えてるっていう、もう私の中ではかなりお気に入りのブラシで、今追加を届くの待ってる最中です。で今使ってるブラシはミトスのフラットタイプですね。こちらも1000円ぐらいしてたかな、1000円弱、700円か800円ぐらいですね。でそうですね、高いブラシも欲しいっちゃ欲しいんですけど、別に高いからいいものではないとは私は思っているので、皆さん技術があれば何のブラシでもいけると思います。ただ穂先が死んでたらもうさすがに使えないんじゃないかなと思うけど、結構ジェルの誘導だけでいろいろネイルはできたりするんで、そういうのでいいんじゃないかと思ったりしますね。でこれからトップはこの TAT さんのサロンユースだったかな、最初の時から結構買っているんですけど、これを使わせてもらってますね。私これぐらいの粘度が結構好きで、テクスチャーがあんまりサラサラしすぎてたり、ちょっと言ったらあれなんですけど、プリアンファさんのプリジェルに関してはわかんないけどポコポコ穴ができるんですよね。だから合わないなと思って、毎回硬化するのも大変だっていう、あの時はまだ今みたいにピンキュアライトがなかったので、まだ大きいサイズしかなかったですね。それも沖縄の人だと結構日焼けしてるとか日焼け気にするっていう人が多いので、それ考えるとピンキュアライトで対応させてもらってるので、今だとこのサロンユースさん、サロンユースサロンユースがおすすめです。結構ブラシも穂先が結構綺麗だし、でテクスチャーも多分セルフネイラーさんの方でもいいんじゃないかな。私はちょっと100均のネイルは目にもしたことないので分かんないんですよ。本当に興味がないっていうか。でも周辺ツールについては100均でも全然いいと思います。私も容器とかそういうのは全然使ったりしてるし、今のこの下に敷いてる赤ちゃん用のおむつ替え用シートかな、これも検定用なので確か500枚ぐらい入ってるのかな、結構1年分使えるみたいな量入ってるので、私はこっちの方おすすめでずっと5年ぐらいは使ってますね。確か黒とかそういう
本当に検定用っていうものはなかったんですけど、そこら辺使ってもいいんじゃないですかね。なんかあんまりまあでもセルフネイラーさんが人にするっていうのはお金もらってちょっとそこはちょっととか思ったりするけど、検定ぐらいはでも1万円ぐらいでいけるので結構楽しんで取りに行ってもいいと思います。あとはもう仕上げてサイドだけ形を取ったら大体終わりですね。初めての娘さんお嬢さんだったので今回はなんか喜んでもらえたんですけど、ちょっと心配ですね。なんか前のサロンさんがちょっともう取れるとかなんとか言ってたんで、なのでオフの要素はなしでバレちゃうと大変なのでね、持ってくれるといいなと思って今をちょっと願ってます。それを1週間後ホワイという、そんなこんなで動画も終わりになるので、私もそろそろここでドローンっていうここで拭き取りが終わって、私はいつもここで皆さんにはトリートメントなんて言ったっけ、これセラムをネイルの方につけて甘皮にも吸収するようにと、あとボディローションですね。オイルをつけないようにしてますね。とりあえず肌に浸透させるエタノールを使いすぎてるので、甘皮のケアもしてるので結構ね乾燥しやすい人に被害がないようにと思って、私がいろいろ被害に遭ったことがあるので、なのでちょっとある程度の保湿を与えながらと栄養剤を加えていってます。じゃあ皆さん本当今回はご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタンもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。次の動画の投稿お待ちください。